ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが何かのビジネスを立ち上げたとしますよね。はい。で、もしお客さんの入りがキャパシティの 60% を下回ったら、いきなり政府からレッドカードが出されて補助金打ち切り、うわー、それはきついですね。事実上の倒産に追い込まれるわけです。でも逆に、あの、大繁盛だって喜んで 130% のお客さんを詰め込んだら、今度は詰め込みすぎだってペナルティーを食らう。経営者としては毎晩胃が痛くなるようなビジネスです。モデルですよね、それ。少なすぎてもダメだし、多すぎてもダメっていう。そうなんです。しかもあなたが売っているのは教育っていう効果が出るまでに4年もかかる目に見えない商品だとしたら。常に針の穴を通すような精密なコントロールが求められますね。というわけで今回の深掘りへようこそ。今お話ししたのは決して架空のブラック企業の話なんかじゃないんです。現代の日本における大学経営の恐るべきリアルですね。そう。今回のミッションは、少子化時代における大学の生き残り戦略と教育の質をどう保障しているのかです。しかもニュースや評論家の意見じゃありません。今回のソースはかなり生々しいですからね。はい。本日のソース資料は、ある特命大学、ここでは大学 A と呼びますが、その内部点検の評価シートとか、大学基準協会っていう評価機関の内部文書です。普段私たちが目にするのは華やかなオープンキャンパスとか輝かしい就職実績のデータばかりじゃないですか。綺麗な部分だけですよね。でも今日読み解く自己点検の記録には組織が生き残るための血の滲むような試行錯誤が記録されているんですよね。これを全体像と結びつけると今の教育業界全体が抱えるジレンマが見えてきます。リスナーのあなたと一緒にこの分厚い壁の向こう側を覗いていきたいと思います。よし、早速これを紐解いてみましょう。資料を読んでいて一番背筋が凍ったのが定員充足率っていう数字のシビアさなんですけど。そこですね。大学基準協会の指針にはっきりとデッドラインが書かれていますよね。学士課程全体の収容定員充足率が 0.60、つまり定員の 60% 未満になると大学の認証評価において一発で不適格っていう烙印を押されるリスクがある。この不適格ってただ成績が悪かったねじゃあ済まない話なんですよ。済まないんですか？はい。この評価は国から交付される私学助成金、つまり大学を運営するための経常費補助金に直結しているんです。なるほど。60% を割ると教育・研究活動の安定的継続的な実施が見通せないって判断されて、最悪の場合は補助金が不交付になります。つまり資金源が断たれる。まさに致命傷じゃないですか。その通りです。資金が減れば校舎の修繕もできないし、優秀な研究者も雇えない。すると教育環境が悪化して、さらに学生が寄りつかなくなるっていう、完全な負のデススパイラルに陥りますよね。ちなみに 60% まで落ち込まなくても、0.80 未満、つまり 80% を切った段階で、是正勧告っていう強いイエローカードが出ます。これも放置すれば最終的に不適格につながりますから。これって、レストランの経営に似てますよね。レストランですか？客席が常に 60% 未満しか埋まらなければ、良い食材も買えないし、優秀なシェフも雇えなくなる。結果的にミシュランの星、ここでは認証評価ですけど、それを剥奪されてしまうようなものですよね。非常にわかりやすい例えですね。ここで興味深いのは、大学 A の内部資料を見ると、これが全く他人事じゃないっていう点なんです。と言いますと、法学部や人間健康学部などのサマリーに、2年連続して入学者が定員を満たせなかったっていう切実な記述があるんですよ。うわー、リアルですね。大学側がこの 0.60 とか 0.80 っていうレッドゾーンのラインを強く意識して入学者確保の戦略を必死に練り直している事実が読み取れます。18歳の人口が減り続けている日本において、この定員管理は全ての大学が直面している構造的な地獄ですよね。でも、ここで素朴な疑問なんですけど、はい。リスナーの皆さんもこう思いませんか？じゃあ定員なんて気にせず、とにかく合格者をバンバン出して、150% ぐらい学生を詰め込めばいいじゃないかって。学費もたくさん入るし、経営も売ろうからそうすればいいと。そうそう。なんでそうしないんですか？そう思いがちなんですけど、実はそれは国から厳しく禁じられているんです。先ほど少し触れた 130% のペナルティですね。詰め込みすぎのペナルティ。はい。特定の分野で定員の 1.30 倍以上の学生を入れると、今度は別の理由で行政指導やペナルティの対象になるんですよ。なぜですか？お客さんがたくさん来るのはビジネス的には良いことなのに。ここで教育の質という問題が立ち下がるからです。
リスナーの皆さんも自分の職場を想像してみてください。人員はそのままなのに、突然明日から今の 1.5 倍のクライアントを担当してくれって言われたらどうなりますか？いや、一人一人に丁寧な対応なんて絶対に無理ですよね。確実にミスが起きますし、サービスは崩壊しますよ。大学も全く同じなんです。定員を大幅に超過すると、教室に学生が入りきらなくなって、教員1人当たりの学生数が急増する。ゼミナールとかの少人数教育が物理的に機能しなくなるわけですね。そういうことです。だから文部科学省も評価機関も、キャパシティを超えた学生の受け入れは教育の質の低下であるとみなすわけです。なるほど。足りなくても潰れるし、入れすぎても罰せられる。まさに針の穴を通すような経営ですね。じゃあ、もしあなたが大学 A の経営陣だとしたらどうしますか？定員割れは死を意味する。でも少子化でパイは減っている状況ですよね。ええ。一番簡単な解決策って、入試の合格ラインをぐっと下げて、誰でもいいから入ってきてって門戸を広げることじゃないですか。過去には多くの大学がその誘惑に負けました。でも、データが示す現実は残酷なんですよ。どうなるんですか？ボーダーラインをただ下げるという戦略は、結局のところ寿命をわずかに伸ばすだけの毒にしかならないんです。人数は確保できるのに。一時的に入学者数は増えても、基礎学力や意欲が足りない学生が大量に入ってくるため、授業についていけずに中途退学する学生が急増します。なるほど。やめちゃうんですね。ええ。退学者が増えれば結局は、翌年や翌々年の収容定員充足率がガクッと下がる。さらに、あそこの大学は誰でも入れるしすぐ辞めるという評判が立って、ブランド価値が毀損する。さらに人が来なくなるっていう悪循環ですね。入り口だけ広くしても穴の開いたバケツで水をすくうようなものなんだ。まさにその通りです。そこで大学 A が打ち出したのが、2026年度入試から先行導入される新しい入試制度なんですよ。資料によると、従来の総合型選抜を実践型に改変して、新たに事前体験型入試とかアスリート型入試っていうのを導入するってありますね。特にこの事前体験型入試のメカニズムは非常に戦略的です。名前の通り、出願する前にオープンキャンパスなどで実際の大学の指定講義を受講させるんです。実際の講義を体験させてから出願させるってことですか？はい。その体験を踏まえて出願させるという仕組みですね。ここからが本当に面白いところなんですけど、ちょっと意地悪な見方をさせてください。どうぞ。これ、表向きは体験型とか綺麗な言葉を使ってますけど、要するにライバル大学に取られる前に高校生を早く囲い込みたいだけじゃないですか。いわゆる年内入試シフトの乗っかった青互いじゃないかということですね。はい。青互いのシステムに見えるんですよ。もちろん他大学への流出を防いで早期に学生を確保。こうするっていうマーケティング的な意図はあります。サマリーの中でも SNS や動画を使った広報戦略と連動させて早期接触を狙うって明確に書かれていますし。やっぱり。でも真の目的は単なる数合わせの青互いではありません。彼らが最も恐れているのはミスマッチなんですよ。ミスマッチですか？はい。従来のペーパーテスト一発勝負だと、入学してから思っていた学部と違ったとか、こんなはずじゃなかったって後悔する学生が一定数出てしまうんです。なるほど。リスナーの皆さんも採用面接でこの人は完璧だと思って採用したのに、いざ現場に入ったら全くカルチャーが合わず3ヶ月で辞めてしまったみたいな苦い経験ありませんか？面接の30分じゃお互いの本当の姿なんてわからないですからね。そうですよね。事前体験型入試は言ってみれば入試にインターンシップを組み込むようなものです。動画で魅力を伝えて実際にキャンパスに来させて講義を受けさせる。大学のリアルな空気に触れさせるわけですね。学問の難しさに触れた上で、それでもここで学びたいという意欲を持つ学生だけをスクリーニングするシステムなんです。
確かに資料を深く読み込んでいくと、大学側の入れた後の責任に対する覚悟も見えてきますよね。どのあたりからそう感じましたか？例えば、この入試で早く合格が決まった学生に対して、入学までの間に基礎学力を強化するための入学前教育を実施するって書いてあるじゃないですか。重要なポイントです。しかも、以前は外部の業者に丸投げだったのをやめて、大学の専任教員が自ら担当するように変更しているんですよね。ただ早めに囲い込んで終わりじゃなくて、4月までに大学のレベルに引き上げるっていう泥臭い責任感が見えてきます。そこが単なるボーダー下げとの決定的な違いなんです。誰でもいいのではなく、自学の教育にフィットする原石を早く見つけ、入学前から磨き始める。非常に理にかなった生存戦略です。さて、新しい入試制度で大学の理念に共感して意欲に満ちた学生を集める仕組みは整いつつあると。でも、ここで最大の難問が立ちふさがりますよね。質の証明ですね。はい。学生を集めたなら今度は国や社会に対して私たちは約束通り質の高い教育を提供して学生を成長させていますよって客観的に証明しなければならない。それが昨今の大学経営において最も難易度が高いとされる内部質保証、つまり教育の質を可視化して常に改善していくシステムの構築です。大学 A の資料を見るとそのための壮大なプロジェクトが動いていますよね。学生ポートレートや学習成果可視化システムの導入。もともとは一部の共通教育科目だけで行われていたカリキュラムのアセスメントを文系キャンパスの全学部全学科へと拡大する計画ですね。しかもデータ分析のプロが使うタブローっていう BI ツールを使ってデジタル版のファクトブックを構築すると。学生の成績や履修履歴、アンケート結果などのあらゆるデータを一元化してダッシュボードにする。そしてどのカリキュラムが機能していてどこに課題があるのかを可視化するんです。まさに最先端のデータドリブンな教育環境を目指しているわけですよね。これを聞くと、大学 A はめちゃくちゃ先進的だなって感心するんですが。リスナーの皆さん、ここからが内部資料の本当に生々しくて面白いところなんです。この評価シートが明かす現場のリアル、実は全くうまくいってないんですよ。予定通りには進んでいないことが明らかに綴られていますね。そうなんです。当初の計画では2023年度には全学部でアセスメントを行うはずだったって書かれています。でもシステムの不具合により実現は2024年度に先送りされたと。はい。そして2024年度の報告を見ると、一部の学部学科でデータの更新が必要になり、2025年度に先送りされた。さらに、鳴り物入りで試作したタブローのデジタル版ファクトブックもですね、個人情報を扱うシステムであるため、運用方法のより慎重な検討が必要だとして、本格運用は見送られたと。ずるずると後ろ倒しになってるんですよ。こういう IT システムの導入失敗や遅延って、企業の DX 推進でも日常茶飯事ですよね。新しい人事評価システムを入れたけどエラー続きで結局誰もログインしなくなったみたいな。リスナーの皆さんも会社で新しい IT ツールが導入されたものの全く定着しないっていう経験絶対ありますよね。でもなぜ大学でほどつまずくんでしょうか。企業なら売上データとかをポチポチ入力すれば可視化できそうですけど。そこが教育というものを数値化することの根本的な難しさなんです。企業なら売上や制約件数という明確な KPI がありますよね。数字ではっきり出ますからね。でも大学が測るべきなのは、その学生の批判的思考力がどれだけ伸びたかとか、倫理観がどう育ったかなんです。それをタブローのグラフにどうやって落とし込むのか。確かに倫理観をグラフにするってどうやるんだって話ですよね。学部によって成績評価の基準も違えば、教授陣の中にも学問を単なるデータで割り切りにするなっていう強い反発があるはずです。現場の教授たちがそんなシステム入力やってられるかって抵抗している姿が目に浮かびます。そこに個人情報保護の壁が乗っかってくるわけですね。技術的な不具合というより思想や運用の不一致が原因でしょうね。でも私がこの資料を読んでいて一番驚いたのはシステムの遅れそのものじゃないんです。というと？この問題が提起する重要な点なんですけど、評価委員会の責任者たちがこの大失敗や遅延を公式な自己点検評価報告書の中に一切隠さず正直に記載しているという事実です。まさにそこがこの文書の最も価値あるポイントですね。普通外部の評価機関に提出する資料なら多少取り付くよっておおむね順調に推移しているなんて書きたくなりますよね。絶対そうしますよ。ちょっと遅れてますけどうまくいってますって見栄を張りたいじゃないですか。でも彼らはそれをしなかった。記録して次年度の発展方策としてどう軌道修正を図るかを明記しているんです。実はこれこそが真の意味での内部質保証なんですよ。真の意味でのですか？
完璧な計画を立てて一度も失敗しないことが質保証ではありません。現実の壁にぶつかった時に、それを組織の課題として直視し、自浄作用を働かせて改善につなげられるか。なるほど。テクノロジーという魔法の杖を振れば全て解決するわけではなくて、そこには泥臭い試行錯誤のプロセスが不可欠だということを彼らは証明しているんです。いや、内部資料から読み解く大学経営のリアル、非常にスリリングでした。定員充足率 0.60 未満という組織の存亡をかけたシビアな数字の恐怖。はい。そして生き残るために事前体験型入試でミスマッチを防ぎ、失敗を包み隠さず記録しながらデータによる質の保証へと向かう泥臭い奮闘。激変する環境の中で組織が痛みを伴いながら自己変革を遂げようとする、本当に素晴らしいケーススタディでした。そうですよね。採用のミスマッチを防ぐ仕組み作りや、新しい評価システムを導入する際の自浄作用の持ち方など、多くのビジネスパーソンにとっても直接的な学びになるはずです。さて、これは一体何を意味するのでしょうか。リスナーのあなたも明日からの仕事で、あ、これはうちの会社のあの問題と同じだなと気づく瞬間があるかもしれません。組織運営の普遍的な課題ですからね。ええ。ただ、最後に一つ、あなたに考えてみてほしいことがあるんです。何でしょ今回、大学がデータやシステムを駆使して、ミスメッチのない最適なマッチングを目指しているという話をしましたよね。う。はい。事前体験でぴったり合う学生だけを入れて、アセスメントスコアで成長を完全にトラッキングすると。それは間違いなく効率的ですし、現代の組織運営として正しい姿だと思います。でもふと思うんです。ええ。すべてがデータで可視化されて、ミスマッチがゼロに最適化された教育環境って、果たして本当に豊かな教育なんでしょうか。どういうことですか？大学って、なんとなく入った授業で全然興味のなかった学問に打ち抜かれたり、こんなはずじゃなかったって悩みながら思いがけない方向に人生が脱線していくような、そんな偶然の出会いやエラーから生まれる泥臭い魅力があったような気がするんですよ。ああ、なるほど。摩擦やノイズを完全に排除した先に、本当にイノベーティブな学びがあるのかという問いですね。ええ。すべてが数値化され、効率化される世界で、私たちは測れないけれど価値があるものをうっかり測り忘れてしまって排除してしまう危険性があると。その通りです。完璧にマッチングされた居心地の良い空間は、時に人は新しい挑戦から遠ざけてしまうかもしれない。すべてが数値化される社会で私たちは何を測り忘れてしまうのか、ぜひあなたも考えてみてください。深いテーマですね。はい。今回も深掘りにお付き合いいただきありがとうございました。また次回の深掘りでお会いしましょう。